皆さんこんにちは。小松です。前回はアイペイントを行いました。アイペイントしたものをマスキング、肌色塗装を行います。ウレタンクリアは吹いていますが、さすがにニードルボトルから直は怖いので爪楊枝で。まずはクリアオレンジでシャドウ吹き。その上から肌色を塗装します。ここでやっちまいました。調色した肌色がシンナー成分多すぎて、乾燥する前にシャドウ吹きしたクリアオレンジが溶け出しました。やばいと肌色を除去しようとして洗浄用の業務用シンナーを使ってしまいアイペイント層まで浸透してもはやカオス。とまあ、そんな長い夢を見ていたのさ。次にミスると福山アニメコンテストに間に合わないのが確定するのでいつも通り肌色を拭いてからアイペイントをすることにしたよ。肌色塗装にミスると全てが終わるというのはちょっと怖い技法ですなぁ。小松的にはリスクがかなり高いので今後も肌塗装をしてからアイペイントをしようかなと思います。2週間かけたアイペイントが1回のミスでドボンは辛すぎる。再度アイペイントを行って髪の毛を接着しました。小松の顔パーツができたので、足パーツのディテールアップを行います。プラグスーツの内側を通っているパイプのモールドを削り落としてここは別パーツ化していきます。少し原作からは離れてしまいますが、ちょっとメカっぽさを出すためパイプはプラグスーツの外を通すように加工します。アートナイフである程度モールドを削り落としたら、スポンジヤスリでヤスリ掛けを行います。モールド跡がなくなるまでヤスリ掛け。接合部分はラッカーパテで埋めておきます。ここは配線モールドが目隠しをしてくれていた部分ですね。パイプが浮いて見えてしまうのを避けるためパテで処理しときます。足についている4箇所のセンサーをディテールアップ。太もも部分にある4つのセンサー、これがちょっとシンプルすぎて改造したい。3D プリンタで出力しました。水洗いレジンなので1週間くらい自然乾燥をさせて2次硬化まで完了したやつです。パーツを切り離して、サポート跡を軽く除去。センサー部分にはドリルで穴を開けて出力したセンサーが入るように加工済み。入るのを確認したら、軽量エポパテを穴に詰め込んで、センサーを押し込みます。差し込んだら、周りの隙間にも軽量エポパテを塗り込んで穴埋めをします。本当はセンサーを押し込んだらエポパテが隙間からはみ出して、というのを期待してたんですが、このパーツ、中が空洞だからそっちに流れるよね。小松知ってたよ。ラッカーパテでやってしまうとせっかく入れたモールドを埋めてしまいそうなので、エポパテとゴム筆でちまちまと埋めていきます。硬化したらデザインナイフで削り取り、ヤスリで表面を整えます。やっぱ歩けますかカタン。私の使っているのは5なんですが、7はさらに良いらしいですね。また買っちまおうかな。次はコネクタです。配管を外に出す際、パイプの分岐が難しいのでコネクタを作り分岐させます。分岐部分のコネクタを CAD で作成、二股のものと主管から分岐するタイプ2種類を製作しました。形状はかなり適当です。意味ありげに溝とか入れちゃう。これもセンサー同様に 3D プリンタで出力し、2次硬化まで完了した状態です。出力したパーツには、あらかじめピンを立てているので、足の配管分岐部分にドリルで穴を開けます。ここにコネクタを取り付けます。ちょっとお試しでパイピングしてみます。存在感が出てきて良いのでは？
パイプの起点部分は電子部品のソケットピンを使います。そのままでは使えないので、プライヤーでピン部分を曲げておきます。起点となるところにドリルで穴を開けて、ピンを差し込んでやれば完成。ちょっとレトロチックに見えますかね。次は腕パーツのディテールアップです。ここも足パーツ同様に配管モールドを削り落として改造します。腕のマイナスモールド、ここはもっとシャープな感じにしたいので配給パーツの金属パーツに置換します。さすがにそのままスパッと入らないので彫刻刀で広げて入るように改造。ここに軽量エポパテを盛り付け、金属パーツを押し付けて効果を待ちます。エポパテが硬化したら余分を削り落として、金属パーツを取り外します。あとはスポンジやすりで削って面出しをすれば完了。腕部分のパーツ接合部分はラッカーパテで埋めて表面処理をやっておきます。細かいところはヤスリ棒で削って表面処理。上半身の帯のような部分を加工します。ここは先ほどの腕の加工同様、配給パーツの金属部品に置換します。と言っても、それほど難しいものではなくモールドを削り落としてパーツを貼り付けるだけです。ここにマイナスモールドを入れてやれば金属パーツへの置換完了。少し大きめですが、強調されていいんじゃないかな？お試しで取り付けてみます。同様にそれ以外の部分も金属パーツに置換します。ディテールアップが完了したので、塗装を行います。まずはサフを吹いて表面を確認。まあ、だいたいここで処理が甘いところが露呈して何回かこの作業を繰り返すことになります。傷や処理が甘いところはラッカーパテを持って再度ヤスリがけ。よく見ると結構粗が見えます。今回は特にほぼツヤあり仕上げになるので綺麗にしておかないと後で目立ちます。まだパーツ数が少ないのが救いですね。足と腕4パーツなのでまだ楽でした。すく水はやなみ。誰かやってくれねえかな。表面処理が完了したら、塗装を行います。足底パーツはブラックグレーで塗装します。足や腕パーツは赤で、発色の良いフィニッシャーズ塗料を使いました。ただ赤だけ単色では立体感が弱いので、溝や奥まった部分などにシャドウ吹きを施します。あまり色が違いすぎると違和感が出てしまうので、塗った赤色塗料に少し黒を混ぜて色味を濃くすると調色もやりやすいです。さらに自然な仕上がりになるよう、再度同じ赤色を全体に吹いて馴染ませます。胴体のセンサーらしきものにつながる帯状のパーツは、中央部分が黄色なのでマスキングを施します。シールついてるんですけどね。シールなんですよね。やっぱり貼った感が強く出てしまうので少々面倒ですがマスキングを施します。やり方はいつもと変わらず、両線に細いマスキングテープを貼り付け、それ以外の部分はマスキングテープかマスキングゾルでマスクします。黄色を赤い下地の上に塗ると透けて変な色になってしまうのでまずは素人層。
最近はガイアのアルティメットホワイトが隠蔽力が非常に高くてお気に入り。ここに黄色を塗装して乾燥したらマスキングを剥がします。パーツが塗装できたら、ツヤ塗装を行います。使うのはエコロック S ウレタンクリアです。乾燥時間は通常のラッカー塗料よりも遅いですが、ラッカーよりも厚塗りができて、非常に強固で綺麗なツヤを得られます。お次は置換した金属パーツの塗装。せっかくの金属パーツなので、クリアレッドで塗装します。マイナスモールドパーツはクリアグリーンで塗装しました。塗装ができたので、金属パーツを取り付けます。金属パーツは瞬着でくっつけることが多いんですが、発火が怖いのでセメダインのスーパー X 接着剤を使います。マイナスモールドも同様に。あらかた塗装ができたところで今回はここまで。